界の世界的スーパースターテイラー・スウィフトとヒップホップ界の世界的スーパースターカニエ・ウエスト、両者ともに熱狂的なファンベースを持つところは共通しますが、一見この両アーティストは交わらないように見えます。しかしこの全く違うように見える2人は、実は15年間にも及ぶ争いで SNS を騒がし続けてきた因縁の中、2人の泥沼の争い、その全ての始まりはその年のミュージックビデオを表彰する 2009MTV ビデオミュージックアワーズの会場でした。当時19歳でスターダムにのし上がっている最中のテイラー・スウィフトは最優秀女性ビデオ賞を受賞。この受賞スピーチの真っ只中であの男が事件を引き起こします。 Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. これを受けカニエは授賞式を強制退場させられたと言われていますが、会場のブーイングとともにセレブたちからも批判を受けます。オバマはインタビューのオフレコ部分でカニエをアホと呼び、ケイティ・ペリーはカニエ最低、子猫を踏みつけるみたいなものよとツイート。カニエは後に謝罪文を出し、テイラーは彼から謝罪の電話を受けたことを明らかにしました。他のアーティストやファンからのサポート、そして多くの人が私を支えてくれたおかげであの謝罪を受け入れることができたの。彼女はこう言いますが、当時19歳で立ち尽くすしかなかったテイラーをかわいそうな被害者として同情する声は多数。ただこの事件は衝撃的ではありましたが、カニエらしいといえばカニエらしく、数ある彼のスキャンダルの一つとして忘れ去られていってもおかしくありませんでした。しかしあれから15年後の今、この事件は未だ続く両者の確執の始まりとして忘れ去られることはありません。会場では困惑し涙を流していたと言われるテイラーはこの事件をポップに振り返ることにしました。 Kanye West is here. Cool haircut. What are you doing there? And then, ouch. And then, I guess I'm not gonna get to thank the fans. But there's nothing more to say, cause everything's okay. I got security lining the stage. 事件の翌年、2010MTV ビデオミュージックアワーズではイノセントをパフォーマンス。32歳で未だ成長中。あなたがやったことはあなたという人間を決めるんじゃない。あなたに罪はない。彼女はこう歌いましたが、当時32歳のカニエに対する寛容な姿勢を同じ VMAs の舞台で示しました。テイラーはカニエに同情する形を取りましたが、カニエ本人は数多くのバッシングへの対処が必要でした。I feel like in some ways like I'm a soldier of culture, and I realize that no one wants that to be my job, and I'll never go on stage again. I'll never sit in an award show again. But will I feel convicted about things that really meant stuff to culture that constantly get denied for years and years and years and years? I'm sorry. I will. 彼は日本やローマに移り、音楽も一時はやめていたと明かしますが、その後ハワイに移り、アルバム My Beautiful Dark Twisted Fantasy を制作。このアルバムのリリース時に彼はメディア報道の偏りを批判しながら、テイラーがどのインタビューでも俺を擁護することなく波に乗ったと発言します。波というのはメディアの報道や世論のことで、テイラーは同情ムードに乗っかったと批判しているように取れます。やはり彼の本心には不満もあったようで、2013年のインタビューであの事件について聞かれると、同調圧力で謝罪はしたものの後悔はしていないと発言。2人の確執の後味は悪いものの下火になっていきましたが、彼らほどのスーパースターであれば公の場で交わらずを得ませんでした。しかし今回は和やかな雰囲気で、2015年グラミーでのツーショットが公開。テイラーはインタビューでカニエを今では人として好きで、素敵な第一歩、いい関係性を築けていると語りました。そして全ての発端、VMAs で再び彼らは同じ舞台に立ちます。Right now, I am honored to present the 2015 Vanguard Award to my friend Kanye West. 式の後にはテイラーがカニエから花を受け取ったことも報告しました。確執の発端と同じ舞台でカニエを称えるテイラーとそれに応えるカニエ。やっとこれで2人の関係も清算されたように思われましたが、平和もつかの間、確執は泥沼化していきます。2人の関係を再燃させたのはカニエが2016年に出した曲「Famous」でした。この歌詞を受けカニエは2009年の時と同じくテイラー側から大バッシングを受けますが、すかさずツイッターで自らの正当性を羅列します。俺はテイラーと1時間ぐらい電話したんだけど、彼女はあれを面白いと言って認めてくれたんだ。ビッチはヒップホップ界では N ワードみたいに親しみを込めて使われる言葉だ。
そもそも俺は別にあのアイデアを生み出したわけじゃなくて、テイラーが考えついたような感じなんだ。確かにラップの世界で B ワードが必ずしもネガティブな意味ではないのは事実ですが、このあたりはそれぞれの感覚に基づくところで白黒つけるのは難しいところ。傍から見ても白黒つけやすい部分は、実際に電話でテイラーの承認をもらったかどうかというところでそこに注目が集まりましたが、テイラーの代理人はビルボードにこうコメントします。カニエは承認のために電話をしたのではなく、テイラーのツイッターアカウントでシングルフェイマスをリリースするように依頼したのです。彼女はそれを断り、このような女性差別的なメッセージの強い曲をリリースすることについて彼に注意をしました。テイラーは I made that bitch famous という実際の歌詞を知ることはなかった。両サイドの言い分は真っ向から反対します。あれから7年、再び目に見える形で対立構造が生まれましたが、次はテイラーがグラミーアルバムオブザイヤーの受賞スピーチでコメントをします。あなたの成功を邪魔しようとしたり、あなたの功績や名声を自分の手柄にしようとする人たちが現れるでしょう。しかし、あなた自身のやることに集中して、そのような人たちに邪魔させなければ、いつかあなたが目指す場所にたどり着いた時に周りを見渡せば、あなたをそこに導いたのはあなた自身、そしてあなたを愛する人たちであったとわかるでしょう。その時最高の気持ちになるはずです。後にフェイマスを聞いた時にもうたくさんだと思ったとテイラーは言いますが、今回テイラーは真剣な姿勢でカニエとの第2ラウンドに臨みました。しかしこのラウンドは当時のカニエの妻キム・カーダシアンによって泥沼化していきます。彼女はインタビューでグラミースピーチで被害者面をしたテイラーを非難し、テイラーから電話で完全に承認を得ていたとカニエを擁護。証拠の電話映像があるものの、テイラーの弁護士から公開をするなと圧力をかけられていることを示唆しました。そうなればテイラー側も再び弁護が必要で、代理人が再び登場します。キムが言っていることの多くが正しくないという事実は変わりません。カニエ・ウエストとテイラーは2016年1月に彼女が家族と休暇を過ごしていた時に一度だけ電話で話しただけで、それ以来一度も話していません。テイラーはその会話があったことを否定していません。またカニエ・ウエストはその電話で自分のツイッターアカウントで曲を公開するように彼女に求めましたが、彼女はそれを拒否しました。カニエ・ウエストはテイラーに彼女を指してThat bitchという言葉を使うとは言っていない。一度も聴かれていない曲を承認することはできません。カニエ・ウエストがテイラー・スウィフトに曲を聴かせたことはないのです。カニエはテイラーに曲を聴かせたのか、テイラーはそれを承認したのか。このビーフは共に熱狂的なファンベースを従える両陣営の言った言わないの水かけ論のようになっていましたが、カニエはそんな中フェイマスのミュージックビデオをリリース。この自分の部屋以外では気軽に見れないビデオは、テイラーを含む様々な有名人の裸の蝋人形がカニエと寝ているものです。これは両者の不安定な関係にもちろん火に油を注ぐ形になりましたが、言った言わないの証言だらけの中、ついにキムが証拠となる電話映像を公開します。カニエが1時間くらいといった電話で公開されたのは約3分間の映像。頻繁にカットされているこの映像でカニエは I feel like me and Taylor might still have sex という歌詞を伝えました。これに対してテイラーは何にせよ皮肉な感じになるけどあなたがいいと思う歌詞で言ってと発言。そしてカニエが事前に歌詞の相談をしてくれたことに対して感謝を示しました。テイラーはこの映像にすかさず SNS で反論します。カニエが曲の中で私のことをザットビッチと呼ぶと言っていたビデオはどこにあるの？そんなものは存在しない。言ってないんだから。全世界の前であのビッチと呼ばれることに対する誰かの感情的な反応をコントロールすることはできない。私が全容を聞いたこともなければ曲のどの部分も聞かされていないのに嘘つきに仕立て上げられるのは誹謗中傷です。確かに B ワードの承認場面は動画にはありませんでしたが、テイラーが表ではカニエを批判しながらリーク動画ではカニエを容認していた雰囲気は彼女への批判を加速させました。キムはワールドスネークデーに基づきこうツイート。スネークはスラングで裏切り者や嘘つきのようなニュアンスがありますが、ハッシュタグテイラースウィフト is a snake。そしてテイラー・スウィフトは終わったと意味するハッシュタグテイラー・スウィフト is over party はトレンドとなり拡散され続けました。私は心理的に今まで行ったことのない場所まで落ち込みました。海外に引っ越した。1年間賃貸の家から出なかった。電話をするのも怖かった。もう誰も信用できなかったから人生のほとんどの人を遠ざけました。本当にひどく落ち込みました。テイラーは後にこの時をこう振り返りますが、彼女は表舞台から姿を消していきました。一方カニエはフェイマスが収録されたザ・ライフ・オブ・パブロを引っ提げツアーに出ましたが、物議を醸す言動が目立ち出し途中で中止。後に双極性障害を患っていることが公表されました。
この時期は2人とも精神的な問題に対処する時間が必要でしたが、2017年8月、テイラーはヘビをプロモーションに使ったシングル Look What You Made Me Do を発表。精神的にもキャリア的にも曲を作ることが唯一の生き残る方法だったと振り返るテイラーは、この曲で再びカニエを匂わせます。イノセントの時から一転したスタンスを取るテイラーですが、この曲を収録したアルバム Reputation から This is why we can't have nice things でもカニエディスとも取れる歌詞が含まれます。テイラーは逆境の中、批判から力強くカムバックしてきましたが、カニエも同様テフロン加工されたキャンセル不可能の男。2人の影響力は相変わらず絶大で、テイラーやキムはこのビーフを振り返り過去の話題となっていきましたが、この確執は思わぬ展開を迎えます。キムがあの電話の3分間の映像を公開してから4年後の2020年3月、次はこの動画の25分バージョンがどこからともなくリークしました。以前のように頻繁にカットされていないように見えるこの映像で、カニエはテイラーに次のシングルをツイートしてくれないか相談。彼はなぜなら物議を醸すような曲になるからと言いましたが、それを聞き内容を心配するテイラーに、もともと予定していたバージョンの I Feel Like Taylor Swift Owe Me Sex という歌詞をカニエは読み上げました。テイラーは That Stupid Dumb Bitch みたいな悪口じゃなくてほっとしたとこの歌詞を承認しましたが、後にカニエは I Made Her Famous という歌詞を含むこともテイラーに相談しました。動画の中には当初テイラーの代理人が言っていたようなツイートを断る場面はなく、考えさせてという様子でしたが、テイラーが主張していたように I made that be famous という歌詞の承認を取ろうとするカニエもありませんでした。テイラーはこの映像にインスタで、誰かが編集して私たちを4年間地獄にはめようとした映像に対して本当のことを言ってきたと反応。3分間のリークでテイラーが批判を受けてから4年後、今度は世間はテイラーの味方をしました。次はハッシュタグカニエウエスト is over party、ハッシュタグキムカーダシアン is over party が拡散される状況にキムは、恥ずかしいけど彼女が嘘をつくからとツイッターで応戦します。はっきりさせておきたいのは、この件で私が抱いた唯一の問題は、テイラーが広報担当者を通じてカニエから許可を求める電話はなかったと嘘をついたことです。彼らは明確に話していたので、私は皆さんにそれを見てもらいました。誰もビッチという言葉が彼女の許可なく使われたことは否定していません。このような女性差別的なメッセージの強い曲をリリースすることを彼に断り注意したという文言。嘘は決してビッチという言葉についてではなく、常に電話があったかなかったか、そして会話のトーンだったのです。私は映像を編集したことはありません。これも嘘。私は自分の主張を伝えるためにスナップチャットにいくつかのクリップを投稿しただけで、最近流出したフルバージョンは物語を変えるものではありません。互いに言葉の隙を突き合うこの争いにはもはや優秀な裁判官が必要ですが、結果的には現在も互いに遺恨を残す形になっていると言えるでしょう。このビーフが一概に両者にとって悪影響だとは言えず、このビーフを経て曲を作り、両者ともに揺るぎない人気を確立させてきたのも事実。そしてカニエの歌詞が未だ揺るぎないのも事実です。ドレイクですら認めるテイラー・スウィフトに立てつくのはもはやカニエぐらいですが、この調子だとまたいつか次のラウンドが始まるかもしれません。最後のテイラーをメンションした歌詞はカニエの最新アルバムバルチャーズからカーニバルの歌詞ですが、このバルチャーズの感想など最新のヒップホップ情報についてはアンノンフローというラップコミュニティで話しています。アンノンフローは週1で1時間ラップの最新情報について喋るポッドキャストや、メンバー同士での交流も楽しめるラップ好きのためのコミュニティです。概要欄のリンクから詳しい内容をチェックできるので、ラップ好きの方はそちらを覗いてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。